こんにちは。上塚さです。今日はですね、日本の方の、歌を聴いてみようと思います。前回、ディマッシュの、動画で、行かないでを、聞いたことあるんですが、オータムストロングですね。それの原曲となる、玉置浩二さんの行かないでを、今回聴いてみようと思います。なんかね、前に聞いたことがあるんですが、ちょっとちゃんと今回聞いてみようと思います。玉置浩二さんの行かないで。Next song, first time I sing シンフォニックコンサート in 香港。for Hong Kong. おー、なんかみんな知ってるんだね。何も言えない何もずっと泣いてただけど悲しいんじゃない綺麗だな。暖かいあなたに触れたのが嬉しくて行かないで行かないでいつまでもずっと離さないで行かないで行かないでこのままであ、素晴らしい。いつか心はいつか遠いどこかでみんな思い出になると知らなくていいのに知らなくていいのにうわ、すげえ。行かないで行かないでどんな時でも離さないで行かないで行かないでこのままで
おー、行かないでいつまでもずっと離さないでSo far away home 行かないでこのままで素晴らしい。いやもう本当日本ではもう玉置浩二といえばもう国宝級と呼ばれる、本当に素晴らしい歌声の持ち主、また素晴らしいシンガーソングライターですね。クリエイター、アーティストとして本当に本当に素晴らしい方っていうのはもう当たり前のように、日本では、過ごしているので、改めて聞いてみると、また、やっぱこの人すげえなっていうのを、だってさ、今おいくつなんですか？多分。だって僕が学生の頃、小学校とか、中学校とか、その時からもう大活躍されてる方ですから、もうね、だからもう本当に、もう結構言ってるはずなんですよ。で、それでこれでしょ、この歌声でしょ。いや、すごい。もう、俺ね、相当努力してるっていうか、もう、この、キープの努力を、もう惜しまない方なんじゃないかなっていうのを、なんかね、すごく感じるんですが、早速ちょっともう一回。Next song First time I sing Tonight for Hong Kongここの部分でも、説明することができるんですけども、やはり僕ら日本人っていうのは、非常に、言葉に関して、他の言語と比べると、子音がすごく、もう、少ないんですね。で、昔、もう古代から考えると、昔はいっぱい子音があったんですよ。でも、どんどん月日が経っていくうちに、どんどん子音が削られていったんですね。で、僕ら日本人の文化っていうのは、省略することの文化、削ぎ落としていく、いらないものを削ぎ落として、で、革新のものだけを残すっていう、そんな文化なので、まあそれが、もう文字数にも、関わってきて、俳句だったり、短歌だったりっていう本当に文字数限られた、文学が生まれたりとか、するんですけど、それと同時に言語もですね、本当に子音がどんどん削られていっちゃうんですよ。で、そうするとどうなるかっていうと、他の言語と、比べると、言葉のリズムとかインパクトがすごく減ってしまうんですね。で、そのあたりがですね、僕ら日本人にとっての本当に海外の人たちの文化を受け入れて、それを海外に発信する時の一番の壁になるんですよ。それが僕ら日本人が英語が苦手だっていうところのまず一つの、理由になるかと思うんですが、それと、と同じように玉木さんもやっぱり英語を発音するときってどうしてもネイティブに近い発音っていうのはどうしても難しい部分があったりとかで、そうすると西洋で生まれてきた音楽を日本人がやるっていうのはすごく大変なことなんですね。で、そこから考えてこの歌声で世界の
人たちにアピールできる歌唱力を玉木さんが持ってるっていうのは本当にすごい努力をしてるんだな。で、また年齢が年齢でしょ。で、もう僕みたいなね、おっさんとかが聞いても、なんかね、すごく勇気をもらえるんですね。何も見えない、何もずっと泣いてた。だけど悲しいんじゃない、暖かいあなたに触れたのが嬉しくて。ここまででも、もう昔の玉木さんの歌声を思い出して、で、今改めて聞いてみると、声がね、ものすごく深くなってるんですよ。ものすごい深いんですよ。もうね、ファルセットも地声も全て深いですね。で、玉木さんはね、よくね、もうボイトルとかでも本当に、例えに出される方、多分ナンバーワンなんじゃないかな。歌を歌うには、まず玉木さんを練習しなさいっていう風に、本当にお手本のように言われている方なんで、で、その方の歌声にもかかわらず、ますます声が深くなってるっていうのは、ご本人がもうね、すげえ努力してるとしか考えられないんですよ。これはすごいな。行かないで、行かないで、いつまでもずっと離さないで。もう、ここの、もう、ファルセットと地声の組み合わせを絶妙に、で、本当にこういった、玉木さんと僕もそうだと思うんですけど、低い声の、の人っていうのはですね、高い声だったりとか、あとファルセットっていうのが本当に、苦手なんですね。で、それを取得するのっていうのは本当に、もうね、ここの筋肉とかのね、訓練をしないとなかなかできないことなんですよ。で、昔からこういった歌い方をされていた方なので、もう昔からこういった素養はある方なんですが、それをずっとキープさせるっていうのは、で、またより深くなってるでしょ。すごいなぁ、なんか。行かないで、行かないで、このままで。この発音の歌い方の発声もですね、やはり日本語の発音を本当に美しく弾かせるための、発声だと僕は感じるんです。で、これを洋楽の英語だったりとか他の言語で歌う時だと、また声の出し方が変わってくるんですよ。それだけ日本語って他の言語とちょっとね、かけ離れてしまっている、言語なんですね。逆にね、外国の方が日本語の曲をとか日本語を勉強するときに一番難しいところって多分発音だと思うんですね。外国の方がね、日本語を発音するとね、ちょっとね、強すぎちゃうんですよ。発音が。
本当にインパクトが強すぎちゃうので、もうちょっと弱めないと、日本人から聞くと、あまりにも強すぎちゃって、ちょっとダメっていう風に感じてしまうところがあるので、その点を本当に力を弱めて発音しないといけないっていう日本語の難しさを、多分ね、日本語を勉強してる外国の方はすごく感じてるんじゃないかなと思うんですよ。それぐらいね、日本語ってね、他の文化とね、なんかちょっと違うんですよね。これってね、いいことのようなこともあるし、逆に悪かったりとかもするんで、本当にね、難しいんですよ。いつか心はいつか遠いどこかでこの辺りもですね、本当に昔の玉置浩二を、彷彿させる、歌い声なんですけど、でもね、深くなってる。よりね、なんかね、丸みを帯びてるんですね。でね、綺麗な響きで、なおかつ、日本語を美しく歌ってる、その発声をですね、されてるのがね、本当にね、この人、日本語を歌う時のお手本だっていうのをですね、改めてこういうのを聞くと感じますね、なんか。みんな思い出になると知らなくていいのに知らなくていいのに行かないで行かないでどんな時でも離さないでここら辺のどんな時でも離さないでっていう歌いぶりのキーの高さは、変わんないんですね、昔と。そう。昔と変わらない音域を使ってるっていうのが、すごい。本当にすごい。行かないで行かないでこのままでうまいな、やっぱ。すごいよ。だってさ、昔はポップス、J-POP、それも、ある時期はですね、本当にソウルだったり、R&B だったり、そういった黒人音楽のスタイルをやっていたりしていた時期も、玉木さんあったりとかして、結構もう、で、ロックも歌ってたから、結構バリバリのロックだったりとかもしてた時期もあったでしょ。で、それが年を重ねるうちに、こういったクラシックの方のスタイルに変わっていくっていうのって、ある意味ね、すごいチャレンジだと思うんですね。でもね、もう見事にこれを表現してるでしょ。すごい。
ですね。こういうなんかその香港、その国の人たちのためにこう、その国の言葉を歌うっていうそのサービス、もう玉木さんもサービス精神の塊ですから、でいろんな僕らが喜ぶようなことをたくさんやってくださってるんですけど、でこういったシーンを見るとやっぱりジーンときますね。なんか優しいなみたいなのがあって、海外の人が玉木さんの歌をに感動するっていうのは、もうそれだけもうこの人の、持ってる歌声だったりとか、キャラクターとかが本当にすごいんだなっていうのを僕は感じますね。いつまでもずっと離さないで So far so many home So fun, so amazing. いけないでこのままでもうすごいシンプルな曲でシンプルなメロディーなんですけど、めちゃくちゃ僕らボーカリストからすると難しいことをやられてるんですよ、玉木さんは。そう、もう低い声の持ち主の人がここまで歌うことができるっていうのは、いや相当ね、ここら辺のね筋肉とかの鍛錬をねされてるっていうのをね思うとね、いやほんと尊敬しますね。いや若いな、これはすごいな。わあすごいです。すごい。これはね、もう僕らおっさんとか、もうある程度年齢をいっている、シンガーとかにとっては本当に勇気をいただけるような、もうね、俺も頑張んなきゃと思っちゃった。俺もっと頑張んなきゃなーって。そういうふうに、なんかもう叱咤激励をいただいたような、そんな、歌声を聞かせていただきました。ありがとうございます。本当素晴らしいものを聞かせていただきました。今日はですね、玉置浩二さんの行かないでを、久々に改めて聞かせていただきました。ありがとうございました。僕の曲もですね、ちょっと僭越ながらここに置かせていただきます。よかったら聞いてやってください。ではまた次回お会いしましょう。では、さよなら。